うちょっと伸びたいってことですか？じゃあ伸びたいですね。そうなんです。それはなぜ？やはり大きい方が見栄えがいいので、やっぱりその演技する技術がなくてもある程度目立ってくれるっていう。目立ちたいっていうか、その足とかもね、確かにでっかい選手とかもすごい迫力。本当に大きい選手は180以上ある選手もたくさんいらっしゃるので、やっぱ外人に負けないようにっていうのはあります。All eyes in the skating world these days on Yuzuru Hanyu, the two-time Olympic champ, the two-time world champion. He won 4 straight Grand Prix final. Japanese media follow his every step. Rule the world, you know we rule the world. 羽生結弦選手が誕生です。そして二刀流でメジャーを席巻する大谷翔平選手。 Baseball is witnessing something insane. For all of modern baseball history, there have been 2 distinct types of baseball players: pitchers and hitters. Imagine how crazy it would be if one of the best hitters in the league and one of the best pitchers in the league were the same person. Shohei Ohtani, the first two-way star in 100 years, goes against everything we thought we knew about baseball, and yet he is making it look easy. He's the best baseball player I've ever seen in my life. He can hit a ball 900 feet and throw 99 off the mound. Yeah, like who else is doing that, bro? 同じ1994年に生まれたアスリート2人。まずはセンターのお二人ですね。羽生結弦選手とそして大谷翔平選手は1994年の大谷さんが7月生まれ、はい、で羽生さんが12月生まれなんですね、はい、お二人は実際にお会いしたことはあるんですか？いえ、初めてです。初めまして。はい、初めまして。よろしくお願いします。羽生選手、先ほどから見上げてますけれども、率直にどんな印象ですか？いや、本当にテレビで拝見はさせていただきましたけれども、本当大きいなと思って、自分こんなにちっちゃかったなって思いました。そんなこと大谷選手、はい、羽生選手、どんな印象でご覧になってましたか？僕も田中君もそうですけど、常々羽生君世代だと思っているので、はい、負けないように頑張りたいなと思います。羽生選手、あえて何かこう大谷投手に聞いてみたいなと思うこと、同世代でありますか？すごく技術的なことになってしまうかもしれないんですけれども、はい、そのボールに重みを持たせるために体重を増加させられたと聞いたんですけれども、ボールに重みを持たせるために100キロぐらいあるんですね。そうです。今100ぐらいです。自分の2倍ぐらいあるんですけどいや、本当にどのようにしてボールにその重みというか、そういうものを伝えていくのかなというふうに。 The rules of baseball. The essence of the game is between the pitcher of one team against the batter of the other team. The object of the game is for your team to score more runs than the opposing team. To score a run, a player must hit the ball between the foul lines and run across the 3 bases and back to home. But the pitcher's job is to get the batter out by throwing into the strike zone. This is an imaginary box that's the width of home plate and roughly between the batter's armpits and knees. If the pitcher throws the ball through this area, it's a strike. If the batter swings and misses any ball, it's also a strike. If 3 strike, you're out. 子供の頃の羽生選手について伺いました。集中力って初めもう5分ぐらいしか持たなかったんですよ。10分は持った。それぐらい男の子で、ごく普通の男の子で、とにかく野球が好きでね、いつもボールを持って壁にぶつけて、それで楽しんでました。意外な証言もありましたよ。集中力5分しか持たなかったって。5分、自分は10分ぐらいだと感じてでも10分だったんですね。本当に学校帰ってすぐランドセル背負ったまんま、練習場に行って、でそれからそのままもうすぐ着替えて、で個人のレッスンとかをしていただいて、もうその時だいたい45分か1時間ぐらいのレッスンなんですけれども、だいたいもう10分15分で飽きてました。はい、なんでだろう。でも好きで始めたわけですよね。練習がダメなの？嫌いなの？練習嫌いでしたね。はい。もちろん都築先生がすごい厳しかったっていうのもありますし、その前の先生もすごく厳しくて、自分自身スケートなんでやってるんだろうって、なんで怒られながらやらなきゃいけないんだろうみたいな感じもありまして、また先ほども VTR でありましたけど、野球が大好きだったので、ずっと野球やりたいなって思ってました。じゃあ練習もボール持って行ってたっていうぐらいですから。ボールは本当のボールじゃなくて、もう本当にゴムボールみたいなやつですか？
そのリンクの人には申し訳ないんですけど、リンクのチラシを丸めてボールにしてそうやってましたでフロントで壁にぶつけてって言ってましたけど、フロントでその唯一のその3人ぐらいしかいないんですけど、男の子が、その3人ぐらいでもう雑誌を丸めてバットにしてずっと野球やってました。へえ。それは怒られないんですか？怒られます。怒られるでしょ。はい、もちろんです。チラシ丸めてっつってなりますよね。怒られました。でもご当地宮城県仙台出身で2010年の世界ジュニアスケート選手権フィギュアスケーターとして見事に優勝を飾りました羽生結弦選手です。さあ羽生結弦選手によります始球式です。さすがアスリートです。これ下半身がねしっかりしてますよね。なるほど。ぐらつくことなくね、しっかりした形で投げてますからね。なるほど。金井さんも解説で世界一ですからね。そうですね。羽生結弦選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。インタビューに現れた羽生、すると羽生選手来ていただきましたが、現在15歳、2010年のフィギュアスケート世界ジュニア選手権のチャンピオンです。出方頑張りいたずらしていただいて、羽生選手は言わずともすぐそばで育ったんですよね。そうですね。家がいたずら好きなベガルタ仙台のマスコットキャラベガッタが必要にタッチ。それでも羽生はインタビューにしっかり答えている。ベガッタが頭撫でてますけどね、これからの活躍お祈りしています。ファンからは羨ましがられそうな羽生タッチはその後も続く。さらにこちら後半の熱戦に向けてこの後お知らせを挟んで全面ハイライトです。ベガッタほら笑ってたりベガッタ中継終了後に固い握手まで交わしていた。大人の対応だな。いや本当にどのようにしてボールにその重みというかそういうものを伝えていくのかなというふうに思います。そうですね。体重を増やすのも一つの手段でしかないので、やっぱ技術が一番大事かなと思ってますし、軸を大切にしていくのがやっぱり大事かなと。もう羽生君に言うのもちょっとあれなんですけど実は年齢以外にも今の成功につながる3つの共通点があったのです。純粋な向上心。 So when you hit a ball 516 feet and then they're rapid fire, do you know that one that you hit is gone that far? あの時は見てなかったですね。もう次打ったらもうすぐ構えてっていう感じだったんで。I would like to know, how do you guys celebrate it last evening? Because you got 2 medals to Japan, so did you have a party or so? 一人でなんか仲間外れされちゃったんででもショートの反省をしてました。Ohtani was a two-way star in Japan. He was one of the highest profile prospects in Japanese baseball history, and everyone everywhere was interested in signing him. Japanese teams in the Nippon Professional Baseball League viewed Ohtani as a pitcher. American teams viewed him as a hitter. If he signed with the major league team, he almost certainly would have been asked to focus on just his hitting. The 18-year-old phenom, he declared his intent to play in MLB and asked the Japanese teams not to draft him. But the Nippon Ham Fighters had an ace up their sleeve. 日本ハムが30ページにも及ぶプレゼンの資料を持って二刀流バッターもやるピッチャーもやるこういう風に使っていったらどうかなっていう。 Ohtani signed. He spent 5 seasons with the NPB, proving himself as a two-way threat. Just like the Nippon Ham Fighters, the Angels were willing to take the risk. Hi, my name is Shohei Ohtani. 23歳でメジャーリーグエンゼルスに入団した大谷選手の年俸はメジャーの規約により最低保証のおよそ6000万円。しかしあと2年待ち
25歳になってから移籍していればおよそ200億円の契約も可能だったと言われています。一番野球が上手い選手になりたいなと思って小さい頃から頑張ってますし、今も変わらないので。羽生選手が日本男子初となる金メダルに輝いたソチオリンピック。しかし4回転サルコーで転倒ですね。フリーでは2度ジャンプを失敗。オリンピック金メダル取って言うのもなんですけれども、やっぱりちょっと悔しいかなって思います。どうなんですか、この直後から2連覇というのは目標として意識されてたんですか？そうですね、してました。The defending Olympic champion. He was the only Olympic champion who stayed in and competed through the year. That actually was a quad. How easy did that look? The two-time Olympic champ, the two-time world champion. He won 4 straight Grand Prix final. He's not only taking himself, he is taking the sport to places that we don't really know. Yeah, of course I can say I got 2 gold medals for the Olympics, but you know, it's a past things. I want to live in a now. 結果については満足はしてるんですけど、やっぱり4回転半のジャンプを頑張りたいなって思ってます。I'm never feeling like the champion. I'm always challenger. 金メダルよりも大金よりも2人が一番大切にしているのは純粋に競技を極めようとする向上心に他なりません。逆境を力に。一方、大谷選手もシーズン前のオープン戦では打っては凡打の山、投げては打ち込まれ、マイナーで経験を積んだ方が良い。現地メディアは酷評。しかしいざ開幕するとThat's driven up to center field. That's got some sound. Ohtani-san has done it again. 3-2 now. Swing and a miss. Down goes Olsen. 野球の神様ベーブ・ルース以来100年ぶりの二刀流でメジャーを席巻したのです。 Unless you're about 100 years old, you have never seen this before. さあ、しかし画面見てくださいね。アクシデントがありました、病気もありました、怪我もありました。この4年間ご自身ではどんな日々だったでしょう？やっぱりいろんなことがあって、ただそのアップダウンがすごく激しいのは、自分の人生今までもずっとそうだったんで、震災だったり、あとはもうリンクがなくなってしまったりだとか、そういったことずっとありながらの生活だったので、何かこういう人生なのかなと改めてなんか見ると達観視できますね。ピョンチャンオリンピックを直前に控えた去年11月、右足首に大怪我をしてしまいます。表情練習ができない間は筋肉に関する解剖学の論文を読んで勉強していたという羽生選手。大怪我から奇跡の復活。男子66年ぶりとなるオリンピック連覇を果たしたのです。まさにピンチをチャンスに変えたのです。いろんなことを学べたし、僕の中で夢っていうのは全て叶うものだとは思っていなくて、いろんなものを犠牲にしたり、自分がしたくないことをやらなきゃいけなかったり、ただそれをやり続けているからこそ、その夢が叶った時に味わえる達成感だとか、そういったものってきっとものすごいものだと思うので、何も恐れずにかけることをしてほしいなって思っています。逆境をむしろ力に変えられることが2人が世界で活躍できる秘密なのかもしれません。東北魂。2011年3月11日、宮城県出身の羽生選手は仙台のスケートリンクで、岩手県出身の大谷選手は花巻東高校での練習中にそれぞれ東日本大震災を体験しました。大谷選手は後に、元気や勇気は自分が与えられると思ってないです。自分が頑張っていれば必ずどこかで思ってくれる人がいるかなと思います。一方、羽生選手は甚大な被害を受けたアイスリンク仙台に自助伝などの印税およそ2500万円を寄付。そしてソチオリンピック金メダルの報奨金
600万円も被災地に寄付。さらにピョンチャンオリンピック後には宮城県と仙台市にそれぞれ500万円、合わせて1000万円を寄付しているのです。県内市内のみならず、世界中の方々に、被災地の方々への、光であったり、何か前向きになるきっかけになればというふうにも思っています。2011年3月11日、あの時の満天の星空はその星たちと同じように、一人一人は小さな光かもしれませんが、笑顔という満天の星空に似た力をいただきました。一人一人は小さくても満天の星空のようにみんなで集まれば、一つになれば大きな力になると信じています。への思いが2人が世界で活躍する原動力の一つとなっているのは間違いありません。After all this